こんにちは。BTS の川本です。この動画は AI の応用第3弾で AI がクリエイターの職を奪うかという考察をしていきます。よろしくお願いします。昨年の日経ビジネスにこの動画のタイトルと同じような内容の記事がありました。芸大生が生成 AI の作った画像にショックを受けて自殺を図ったというようなことが書かれていました。記事には具体的なサービス名までは書かれていませんでしたが、おそらくダルイやミッドジャーニーのことではないかと思います。学生さんは画家志望だったようですが、自身の将来に不安を感じてしまったというところではないかと推測します。ちなみに私の動画の背景やサムネイルで使っている動画の多くもダルイを使って作っています。チャット GPT-4 を導入する前は、ウェブで画像を購入するサービスを使っていました。チャット GPT-4 の利用料は2024年4月現在のレートでおよそ月々3000程度です。画像購入サイトを使うよりも安く済んでしまうというところで、画像を買う頻度はかなり減りました。事実として画像購入サイトの運営に関わっていらっしゃった写真家やイラストレーターの方たちの光を減らしてしまった可能性があります。冒頭で紹介した記事には、俳優さんや新聞記者なども生成 AI に置き換えられるというふうにありました。デジタル技術に職を奪われるということは昔からあったわけなんですが、対象となったのは、言い方は少し悪いですが、単純作業を繰り返すような簡単な職業でした。例えば、駅に自動改札機が導入され、さらには IC カードやスマホで支払いができるようになったことで、切符切りの駅員さんがいなくなりました。高速道路の料金所も ETC の導入によって大半が無人になりました。これに対して新聞記事が問題にしていたのは、画家やライターさんといった特殊な能力が必要とされる、いわゆるクリエイターの方たちの地位です。誰もが一度は憧れるような花形の職業でさえ AI に置き換えられてしまうのかというのが今回のテーマです。私自身はクリエイターではないので、推測で適当なことを言うのは不適切だと思います。そこで私がある程度知識と経験を持って話せる分野で科学技術論文を例に挙げます。私が学生だった頃、AI 的なものがコピペで適当に作った論文が学会でアクセプトされてしまったということが少しだけ話題になりました。今日これについて考察するんですが、そのための予備知識として研究者が論文を書くということについて少しだけ紹介します。論文というと大学の卒業論文、みたいなことを想定される方が多いかと思います。あれは学生さんが所属している大学に提出します。これに対して研究者は論文を大学や所属先に提出するわけではなくて学会に出します。学会というのはいろいろな大学や研究機関からその道の、専門家が集まった同人サークルみたいなものです。学会に論文を出すと、その論文の内容に精通した研究者2、3名が査読者に割り当てられます。査読者が論文の内容を審査してくれるわけなんですが、一発でアクセプトされるということはほとんどありません。何かしらの修正を命じられます。頑張って修正して、詫び状のようなものも書いてというのを何回か経て、やっとアクセプトされるという感じです。とても大変なんですが、実は修正が入るというのはまだいい方で、審査の価値がないとして問答無用で落とされてしまうということもあります。私学生時代に海外で一発リジェクトになったことがあるんですが、本当にショックでした。半年くらいかけて積み上げた研究が無に帰してしまいました。置かれている境遇によっては、論文が落ちてしまうと失職をしたり、翌年の契約を取れなくなったりということが起きます。だからみんな本当に必死なんです。
AI が作ったコピペ論文がアクセプトされたという話に戻ります。これを聞いてどう思うでしょうか？やっぱり AI すごいんだなというふうに感じる方もいらっしゃるかと思うんですが、業界人はそうではないかなというふうに推測をします。私自身も当時、読者が適当だったんだなというふうに思いました。論文がアクセプトされるかっていうのは、もちろん論文の内容が一番重要なんですが、どんな査読者に当たるかということもある程度聞いてしまいます。人間がやることですので、簡単にアクセプトする査読者もいれば、リジェクトばかり出す査読者もいるからです。また、科学技術論文の世界にも、いわゆるパクリがあります。ただ我々の場合には少しパクリの意味合いが違くて、というのも、論文とか研究の中身って大半がパクリなんです。論文の中ではいろいろな技術を使うんですが、その技術のすべてを自分でその研究の中で作るということはまずありません。例えば3個の技術を使って答えを導いているのだとしたら、1個目は誰々が発表しているもの、2個目は誰々が発表しているものを使って、3個目だけ自分で作ったものを使った。結果、こんな発見がありました。というような書き方をします。使った3個の技術すべてがパクリだったら高知技術でリジェクトなんですが、1個でも世界初があれば新規性ありでアクセプトなんです。論文を書くというと、パソコンに向かってパチパチやっているようなイメージかもしれません。確かにそういうこともするんですが、そうした手を動かす感じのことというのは、博士号を持たない修士以下の学生でもある程度できてしまいます。その上のレベルですね。研究者として独立をしていく。そのために博士号を取るというところで必要になってくることというのは、先ほどもお話ししたように、いろいろなパクリを巧妙に組み合わせる。そしてそこから少しだけ飛び出すことによって世界初を成し遂げる。なおかつその成果をもって社会や学術界に貢献をする。というところの戦略立てになります。ここまでができる AI というのは、少なくとも私が生きているうちには現れないんじゃないかなというふうに思っています。ただ事実現在進行形として単純に文章を書くですとか英語に翻訳するというところはどんどん AI に任せられるようになってきています。またこの先、査読を AI にやらせるですとか手伝わせるというようにもなっていくと思います。論文の中でこことここは既存技術なんだけれども、ここはわからないから人が判断してねというようなことを AI が言ってくれたとすると、査読がすごく楽になりますし、何よりフェアになります。査読だけで生活をしている方というのがいらっしゃるのか知らないんですが、そうですね。知識だけが豊富なタイプというか、学校の先生とか評論家みたいな職業は確かに AI に食われていくのかもしれないです。内輪の話を延々としてしまったんですが、クリエイターの方のお仕事も同じではないかと思います。クリエイターって言葉通りの意味で独自なことをする人ですよね。単純にこんな絵を描いてほしい、こんな記事を書いてほしいという要求に対して、コピペやパクリを使って答えていく仕事というのは、確かにどんどん AI に置き換わってしまいます。一方で、社会に対してこんな提起をしよう。そのためにこんな表現を使おう。このタイミングで発表しようというようなことを考えている。自身の活動をデザインされているクリエイターは、まず食われないだろうというふうに思います。ただそこで、俺は AI には食われないよっていうようなことを言うのは感じが悪い。ですので、思っていても皆さん発言されないのではないかなというふうに推測をしています。AI 怖いな、著作権が心配だなというふうに言っている方が受けてしまうからです。
というところで、じゃあお前は AI 怖くないのかと聞かれるとめちゃくちゃ怖いです。ただ怖いのは AI ではなくて AI を使いこなす若者ですね。残念ながら私の周りには若い人が全くいないんですけれども、どんどんと感覚が違ってきているんだろうというふうに思います。例えば論文を調べるにしても、私は古い人間ですので、英語を真面目に調べながら論文全体をちゃんと読もうというふうにしてしまいます。一方若い人は AI に翻訳や要約をさせることで短時間で済ませてきそうですよね。ソースの書き方にしても、若い方は Jupyter や Google コラボみたいなものを使ってデバッグしながら数十行で済ませちゃうみたいな感じです。私なんてはそんな短いソースで何ができるんだっていう感覚なんですけれども、それはもう時代遅れになってくるんだと思います。最新技術を使う若者が、例えば私が1本の論文を書く時間で2本の論文を書いてきたら、たまったものではないです。どんどんやり方を変えていく必要があるというふうに感じています。この動画では AI がクリエイターの職を奪うかについて考察をしました。次回は強化学習についてお話ししようと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。